冗談みたいな世の中だからさ、頭にくるぜ。ということでね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望、希望、絶望と共に寄り添っていく優しいチャンネル。世界最悪最低史上最低のチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね。いやー、今日もまた始まりましたネガティブマンチャンネル。このチャンネルは世界を滅ぼすために発信していますということでね。とはいえね、今日は弱者男性について第3弾ということでね、苦々しくまた語っていきたいと思いますけれどもね。そうね、暗い気持ちになりますね。早速暗い気持ちになります。ここ 2,3 日悲しいなと思って。何が悲しいってあれですよね、とにかくいらない子なんじゃないのかってことですよね。弱者男性っていうのはね、いらない子なんじゃないのか。結論を申しますとね、そういらない子なんですよ、弱者男性ってね。私もね、なんかこうね、なんかもうね、病んでるおっさんだとかね、汚いおっさんだとかね、臭いおっさんだとか、まあ全部私ですけれど、そういうねおっさんを見るとね、もうあの世に帰った方がいいと。悪いことは言わない、おじさん悪いことは言わないよとね、あの世に帰った方がいいっていうね、なんかもう見るに耐えない、見ていられない、もういい、もう十分だとね、肩を叩いてあげたい、そんな気持ちにさせられるんですね。それはとりも直さず私自身の話でもあるんですよ。そうなんです。ここ 2,3 日ちょっとね悲しい気持ちになることが多くて。そうなんですよ、いらない子なんですね。そうなんですよ。なんかこうね、なんて言うんでしょう、若い子と話していてもね、また女性と話すこともあるわけですよね。ダメ人間っていうかね、人生終わったおじさんでもね、楽しくおしゃべりしたりとかねする機会がまあまあありましてね。でもですよ、まあ女性と話しても若い子と話しててもなんかね、こう空々しいっていうか、こうね、被害妄想じゃなくてこう冷静にね、被害妄想じゃなくこう糖質の連中とは違う冷静な目でもって見てみるとね、客観的にやっぱおじさんなんだよなっていうね、弱者男性なんだよな。別に何の希望もないわけですよね。そうなんです。なんて言うんでしょうね、寂しいなっていうね、なんか必要とされてないなっていう、これはもう弱者女性も含みますけれどもね、自分たちが若い頃もそうだったじゃないですかね。このぐらいのおっさんと話してもね、なんかこうね、舐めてるわけじゃないけれどもね、なんかこうあんまり必要がないわけじゃないですか、自分の生活においてね。なんかそういう存在になったんだなっていう、こう言い知れぬ寂しさっていうものを感じましてね。いや、彼らはそんな悪い態度はしてませんよ。僕と話してくれるね、数少ないね、女性だったり、または若い男性だったりとかはね、もちろんそんな悪い態度はしてませんけれども、なんかこうね、見え隠れするというかね、僕はもうあんまり
ね、こうだってそうじゃないですか。恋人候補にすらねなりようがない格差、距離感、ね、未来、現状っていうものがあるわけですよね。そして若い子と話しててもね、なんかこうね、いろいろとね、おじさんなりに面白いことを言うけれどもね、じゃあ彼らと一緒にね遊んだりできるのかっていうと、それもまた違うじゃないですか。もうね、そうただの面白おじさんとしてね、なんかこうピエロを演じているみたいな、そういう寂しさ、そうなんです、そういう寂しさなんですよ。それは女性に対してもそうですよね。なんかね、単なる面白おじさんになってるっていうね、この一抹の寂しさ、そうなんて言うんでしょうね、こう幕末の話がいきなり脱線しますけど、幕末のなんかこうね、オランダから来た医者シーボルトでしたっけ、それがね、日本に貢献できることはとても嬉しいし、彼らも慕ってくれるね、日本のね医者を目指す人たちも慕ってくれてね、よくしてくれるけれどもね、私が去ったら、もしくは私が死んでしまったら、彼らはもう二度と私のことなど思い出すこともないだろうって愚痴をね、日記に書いてるんですけれどもね、なんかそういうなんかこう去りゆくものの寂しさっていうんですか、そうそれをね、ここ2、3日こう強く思いましてね、なんかこう寂しくなったんですよ。なんて言うんでしょうね。そう言うなればなんて言えばいいんでしょうね。すごく表現するのは難しいんですけれど、例えばね、私は最近こうね、物を買わなきゃいけないことに、ね、なりましてね、実店舗まで行こうかと思ったんですけれども、もう実店舗、実店舗がもうなんかそういうのを取り扱ってない感じになってたんでね、めんどくさいからこうね、ショッピング、ネットショッピングでと思ってネットショッピングを見てたんですけれどもね、そしたらばこうね、昔自分がこう好きだった服だとかが出てきてね、ブランドとかが出てくるわけじゃないですかね。買いたいなと思いながらね、バカみたいに値上がってたりとかするわけですよね。って思うわけですよ。でも若い時よりも少しは余裕があるから、無理をすればね、買えなくもないけれども、もうあとは死ぬだけなんですよ、弱者男性っていうのはね。若いとかおじさんとかそんなの関係なくってね、人生のイベントがないわけですから、あとは死ぬだけなんですよね。親より先に行くか行かないかぐらいのちょっとした差があるだけでね。昔ね、好きだったブランドの、ね、好きだった服がね、こう中古とかで売られてて、欲しいななんてね、スニーカーでもいいですよ、なんかね、そういうのを見て、いやでもこれ買ってもしょうがねえなって思うわけですよね。しょうがねえなと。あと数年後生きてる保証が全くないと。いや、ないなと思うわけですよね。もうただでさえね、物がいっぱいでね、なかなか捨てられない男としてはね、やっぱすごい寂しいことですよね。ものすごい若ければね、なんて言うんだろう、世の中のこう、なんて言うんですか、メインストリームの、なんて言うんでしょうね、生き生きとした人生の主人公たる人間であるのならばね、こう辛かったり苦しかったりしてもね、そういうのを買ってね、生きがるっていうこともまあまあできるでしょうけれど、
ね、弱者男性はもう死ぬだけですからね、あとはね。もうなんかもう悲しくなっちゃってね、そういうのを見るだけでね。そう。でもここ2、3日ね、嫌な気分になってるんですよ。弱者男性とは何か、弱者男性とは何かと問われれば、まあそれは地位牛なんですけれどもね。僕も地位牛を気取ってみたくて今日眼鏡をかけてみたんですけれども。ね、地位牛でしょ、こうね、アデノイドでね、地位牛って感じしませんか皆さん。そうね、こうとしてね、そう地位牛を気取ってみたんですけれどもね、いやなんかこうあとは死ぬだけだっていう寂しさがね、悲しさとともに押し寄せてくるんですよね。そう弱者男性とは何かと問われればそういうことですよ。ね、そう誰からも相手にされないとまでは言わないけれども、まあまあ相手にされててもまあもういらない子なんだなみたいなね、存在がねいらない存在なんだなっていうね、その寂しさに耐えなきゃいけない苦しさみたいなね、それをひしひしと感じるのが弱者男性なんですね。弱者男性の本質とは寂しさなんですね。そう家庭を作ることもできずにね、氷河期世代でお賃金が低いですからね、そういうことなんですよ。悲しいですね。なんて言うんでしょうね。そして同世代の人たちはね、点々チリチリバラバラになってね、どこに存在しているのかもわからずに、なかなかね友達っていうものも作ることがなかなか難しい。私もこの間故郷に帰りましたけれどもね、男性陣とは全然会ってないんですよね。わからないから、もう故郷に帰ったところでね、彼らが点々チリチリバラバラになってわからないんですよね。噂しか聞かないみたいなね、悲しいですね。残っててもまたね、なんか合わす顔もないというかね、いや全然残ってないですからね、そもそもね。ですからね、そうと由美ちゃんに会ってね、そう3人でね楽しい会話をしながらね、そうもう由美ちゃんと結婚するしかねえかなっていうね。由美ちゃんはとても面白い人でね、本当にね、そう話がまた脱線しましたけれどもね、由美ちゃんは吉本興業とかにね早期に入っていればもうトップの女芸人になれたんじゃないかっていうぐらい面白いですよ、本当にね。そうまあね、私がネガティブなことばっかり言うんですけれどもね、そうポジティブで返しつつね、一番ネガティブな発言をして笑わせてくれるんですね。非常にもうね気が合うというかあれですね。まあそれはいいんですけれども、とにかくね、そうなんですよ。10年前とか15年前とかね、私が人生終わった時にね、いろいろ引きずり回してくれた悪友とかね、いることはいるんですけれどもね、もうやっぱりこのコロナ禍っていうものは結構大きくて疎遠になってるんですよね。疎遠になりましたね。頭のいかれた連中だったりいかれてたんですけれども、結構ねみんなまともに労働し始めちゃってね、なんか忙しい感じになっちゃって、そうなんですよ。やっぱりね若いからこそイかれてる生活もできたし無職もできたみたいなところがありますからね、人間っていうのはね。意外とおっさんになればなるほど難しいですよ、遊びほうけて無職になるっていうのはね。若いからこそできるみたいなところありますよね、転職とかもね。もうおっさんになったらなかなかできません。
ね、だから寂しいんですよね。そういらない子っていう立場がね、虚しいし悲しいし、そう弱者男性の本質はいらない子であるっていうことですよね。そう奴隷である、奴隷であってね、昔ほどにはお前の代わりはいくらでもいるみたいなね、ろくでもないことは言われなくはなったけれど、でもね、多分死んでも誰も悲しまないだろうなみたいな。3日間ぐらいは悲しんでくれるけれども、あとは、まあ寿命だしみたいなね。まあ早かったけどまあまあみたいなね。そうやって流されるんだろうなと思って。そう。まあだからあれですよね。社会から圧力を受けてるっていうかね。先日話したね、安楽死をしろというデスハラみたいなね。デスハラスメントを日々受けてるみたいな、そういうなんかこう、一末の寂しさが漂う。それが弱者男性の一側面であるというね。そうなんですよ。強者男性だったりね、普通男性、中級のね、男性はきっと家庭を持ってたり持ってなくっても、多分ね、なんか趣味の友達とかがいるんでしょうけれどもね。私も趣味ありますけれども、ネット上でちょろちょろあるだけですからね。そんなに活発ではないですからね。悲しいですね。そうやってね、老いと向き合いながらね、多分どこかで発狂して自殺をしたりとかね、なんて言うんでしょう、最後は猫のようにね、行方知れずになってね、まあ自殺とわからない死に方はいくらでもありますからね。なんかそういうのが見えてくるっていうのかな。これは弱者女性だって同じだと思いますよ。そうなんですよ。奴隷として社会と接していてもね、引きこもっていてもニートでも結局のこういう寂しさっていうものがつきまといますよね。なぜならばやっぱり底辺だからですよね。弱者だし、ね、使えるお金も時間もないしみたいなね。だからわずかながらにぷよっとね話をしてくれる女性だったりね、若者だったりっていうものにものすごく感謝はするんだけれども、やっぱりいらない子だよねっていう、一末のね寂しさを感じてしまいますね。全然必要とされてないなっていうね。労働面からいくとまあまあ必要とされているけれども、それはもうね、安いお賃金で歯車としてね、人材不足の世の中だから、人手不足だからね、花面を引きずり回されてるだけですからね。っていうね、悲しいお話をしたまでですけれども、弱者男性のね本質はやっぱりこの寂しさにあるんじゃないのかな。それは弱者女性もそうでしょうけれどもね。そうね。ですからなんて言うんでしょうね、悲しみに包まれたならね、世界を滅ぼそうっていう気持ちもね緩んでしまいますけれども、いやなんとかね、ここからねもっとこう憎しみをねアップさせて、憎しみはいくらでも出ますからね、憎しみや怒りはいくらでも出ますから、なんとかそれをね動力源として、まあ常に僕の動力源はもうそれしかないんですけれどもね、
怒りと憎しみだけですね、動力源がね。ただここ2、3日そういうなんて言うんでしょうね、いらない子的なね、寂しさ、虚しさを感じてしまったんでね、そう今日は動画にしてみましたね。そう今こうやってね、元気なくね、こう弱者男性の悲しみについて語ってますけれど、普段はね、労働場においてとかね、そうこの寒々とした絶対0度の部屋にいる時はね、こうあいつを殺してやりたいみたいなね、あの時殺せばよかったみたいな、そういう後悔と憎しみで満たされてるんですけれどもね。でもここにいても労働場にいてもね、またはこの通勤のね、悲しみの雨に打たれながら通勤している時とかはね、やっぱりね、そういう寂しさ悲しさに打ちのめされてね、ちょっとすごくね、どんよりとしたね、悲しい気持ちになってるんですよね。そうっていうのがね、弱者男性の本質の一つである。やっぱり悲しみもしっかりとね、伝えていきたいな、ね、こういう悲しみがあるからこそね、この社会この世界っていうものは地獄であるという確信に至りますからね。やっぱりね、悲しみの底からでもやっぱり世界を滅ぼさないといけないとね、そういう使命感を感じてね、そうリアルドン・キホーテとしてね、相棒のロシなんてはいないけれども頑張っていきたいな、そう思います。それでは今日はね、元気のない動画ですいません。でも悲しみはね、ちゃんと言っておかないといけない。ネガティブマンでした。